成功して設計図ができました。はい、どうも、しんです。本日もアークサバイバルアフェンディットをやっていきます。本日はですね、本題に入る前に、今後解説をサポートしてくれる方をご紹介いたします。ご挨拶をどうぞ。はじめまして、クイナです。今後、シンと共にアークなどの情報をお伝えしていきますので、よろしくお願いいたします。ということで、今日はですね、初めてですが、クイナさんに丸投げしようと思います。よろしくお願いいたします。では本日は、ブループリントメーカー、ヘリコプリオン、徹底解説をお送りいたします。アークアディショナルズからの公式採用新生物第6弾。戦闘可能の上、唯一無二の特別な能力を持った超生物ヘリコプリオンを、テイム方法から基本&特殊能力まで徹底解説していきます。前半、テイムについて、後半、能力についてご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では本編、どうぞ。まずはテイムの準備について。テイムには必要なものが2種類あります。一つは餌を作成するためにはこの工業用調理器具で作ります。調理鍋でもいいですが、ヘリコプリオンのサドル作れるくらいになればすでに工業用調理器具を作成できるようになっていると思うので、工業用調理器具で作ります。消耗品キブルの中にあるこのラットフィッシュのごちそうが餌になります。素材はアンモナイトの胆汁、クソテウティスの触腕、巨大蜂の蜂蜜の3つです。アンモナイトの胆汁は海底でアンモナイトを撃破すると手に入ります。その他クレートなどで手に入ることもあります。クソテウティスの触腕は海底でトゥソテウティスを撃破すると2個手に入れることができます。巨大蜂の蜂蜜はマップ上の蜂の巣からか女王蜂をテイムして拠点に蜂の巣を置いてレアフラワーを入れて蜂蜜を生産することができます。この3つを調理してラットフィッシュのごちそうを作成します。このラットフィッシュのごちそうは腐敗時間が基本は3日くらいあります。冷蔵庫に入れるとなんと300日近く持ちます。テイムにはもう1種類準備するものがあります。このクレートから手に入れることができる装備品が必要になります。その他砂漠や海底のクレートや洞窟のクレートからの装備品でも可能です。装備品以外にサドルでも可能ですが、弾薬や照明弾などは使えないのでご注意ください。あと自分で作成したものは使えないのでご注意ください。そして餌を0番スロットにセットします。矢や弾丸その他望遠鏡や建築系などは使えないのでご注意ください。その他海中でのテイムになるのでスキューバーセットが必要になります。まあタンクいくつかとフィンがあれば OK です。あとは海底に行く生物が必要になります。それではテイムについて。海底でヘリコプリオンを見つけたら敵対されないように注意しましょう。できれば周りの好戦的な生物は処理しておくと安全にテイムすることが可能です。ある程度離れていても大丈夫なので、先ほど用意した装備品などを捨てます。すると向こうから寄ってきて、捨てたアイテムを食べます。食べたタイミングで近寄れば騎乗することができます。騎乗するとロデオ開始で、ランダムタイミングで方向キーやジャンプボタンが要求されるので押します。
何回かすると疲れるので E ボタンで0番スロットの餌を与えます。餌を与えると騎乗解除されますが、敵対はされないで離れていきます。また装備品などを捨てます。少しのクールタイムが終えたらまた食べに来るので、また騎乗して同じように繰り返します。餌にする装備品の品質でテーム進行度は変わりないようです。ロデオを失敗すると騎乗解除されて敵対されるので急いで離れます。テイム効果は落ちないですが、テイム進行度が下がります。敵対を切れば再度続けることが可能です。倍率を10倍に上げてみました。これでテーム開始してみると、レベル150を一撃でテーム完了できます。倍率はテーム進行度に関与するようです。続いて能力について、まずサドルはレベル91で開放可能。必要素材はこちら。戦闘に関して通常攻撃、右クリックは尻尾攻撃、この攻撃は昏睡効果も持っています。水面で C ボタンを押せば水面のみでの移動が可能になります。この間は潜ることはできないので水面移動がやりやすくなります。もう一度 C ボタンを押せば潜れるようになります。もう一つ、後ろを向いて通常攻撃すればその向きに反転できます。これにより後ろを取られてもすぐに攻撃できるようになります。戦闘能力はメガロドン相手でも十分戦える戦闘力を持っています。ちなみにアンモナイトのデバフやピソテウティスのつかみ攻撃を受けないという特能も持っています。続きまして本命の能力、ブループリントメーカーについて、まずサドルをつけるとこのように作業台の効果を持ちます。そして拾った装備品などを持たせると、このようにこちらの文字が変わり設計図に変換できるようになります。品質が変わると作成にかかる時間が変化します。同じ品質でもサドルになると作成にかかる時間が延びます。もちろんサドルも品質が変わると作成にかかる時間が変わります。矢や弾丸その他望遠鏡や建築系などは設計図に変えることはできません。ピッケルなどのツールや原始的なものでも設計図にできますが、あくまでクレートから拾ったもののみになります。作成するとこのように暴れて作成中はインベントリにアクセスできなくなります。成功するとこのように表記が出て、インベントリに現物はなくなり、設計図が追加されます。もう一つ、失敗するとこのように表記が出て、インベントリに現物はなくなり、
設計図もありません。この成功率ですが、ステータスを見ていただくと成功率という項目が追加されています。レベル1つ上げると 0.2 上がります。これをマックス88レベル上げると40から 57.6 になりました。これで思考サドルチャレンジしてみると成功して設計図ができました。要求素材はなかなかやばいですね。ブリーディングをすると他のステータスと同じようにどちらかの親のステータスが引き継がれます。ちなみになぜか乱世です。付加記に入れるとステータスを見れるんですが、追加項目の成功率は欄がないので見ることはできません。なので生まれるまで引き継ぎや変異の確認はできないということになります。もう一つ、先ほどレベル上げるときは 0.2 ずつでしたが、野生ポイントや変異ポイントは1ポイントで 1% ずつ上がります。なのでレベル88上げるのは結構大変なので、野生ポイント40くらいなら変異25回くらいすれば 100% 目指せる感じになっています。以上がブループリントメーカーの能力でした。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、ブループリントメーカーヘリコプリオンの徹底解説をお送りいたしました。ちょっと餌を作る素材が最初は少し面倒ですが、その代わり長持ちするものにはなっております。クレートガチャで外れの装備品などをテイムに使い、当たりの現物を設計図に変えて増産することもできるので、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。これでドレークリングで集めた高品質アイテムを設計図化して増産するルートができましたね。野生テイムでは頑張っても 50% ちょっとが限界なので、変異出しを頑張って成功率を上げれれば、より使い勝手の良い能力になっていきます。乱世なので変異出しもやりやすくはなると思うので、この機会に頑張ってみてはいかがでしょうか。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。